すいません、マイクミュートしてました。やっちゃった。改めて、はじめまして、カナリアと申します。初配信なんですけど、自分があんまり喋り慣れてないっていうのと、何を話すのかっていうのをお伝えできるように、資料を作ってきました。それをね、拝見いただいてから、まず、丸1なんですけど、まずちょっとこちらをね、拝見いただきたいと。こちら、僕のツイッター、いや、X でツイート、ポスト、ちょっと一つ一つ説明していきますと、まず一つ目、大学で生徒がカナリアを名乗り、インタビューに答えていた。大学のキャンパス内で、カナリアが、なんか他の生徒さんになんかインタビューをされて、答えていたと。で、なんかプラスアルファで、サインも書いてたらしいです、実は。続いてですね、配信者にボカロ P、カナリアとしてスパチャを投げていたと。で、これなんですけど、最初これを聞いたときに、いや、なんか僕も名前が被ってるだけなんじゃないかって思ったんですよ。同じ名前でカナリアって別の方がやってんのかなって思って見てみたら、僕の過去使ってたアイコンを使って、で、なおかつその配信者さんが歌枠でキングを歌ってくださっていて、僕のアイコンを使いながらキング歌唱していただいてありがとうございますっていう文面とともに1万円のスパチャをしていたようでして、で、丸3、Mac に曲を宣伝する本人直筆の手書きカードが貼ってあったですね。はい、これ、これも僕最初聞いたときに、なんか、いや、ワンチャン僕の振りっていうより、なんか応援カードみたいな、なんかそういうノリのあれが貼ってあるんじゃないかなって思ったんですよ。でも見てみたら違くて、その時期に出した曲についてなんか触れてて、この曲作りましたみたいな。で、これからも頑張ります。ペンネームカナリアみたいな書き方をされてて、何言ってるんだって話なんですけど、これ本当にあったらしいです。で、最後に、これが、ちょっとひときわ目立つんですけど、エイペックスでカナリアを名乗り、恋愛関係に持ち込もうとしていたと。ゲーム内 VC ってあるじゃないですか。こいつが本当に土地狂っていて、この方がお土地狂いをなされていて、キングの作曲を担当していますと。で、これを聞いたときに、僕の頭の上にはハテナが浮かんだわけですよ。皆さんも浮かんでると思うんですけど、キングが僕が作ってる楽曲に関しては、作詞作曲編曲、全部カナリア自身で一人でやっていますっていうのは、今前提としてお伝えしつつ、多分、可能性の一つとしては、単純にこのなりすまししてる人が僕に対する解像度が低い。もしくは、なりすましするときに、いや、実はカナリア複数人でやってるグループなんだよね、みたいな。それで、ちょっとカナリア、実は俺は作曲を担当してて、みたいな。僕はワンチャン今のこの後者の方なんじゃないかなっていうふうに、思ってます。勝手に。はい、すべて偽物ですと。注意喚起をした後に、さらに多くのなりすましの報告をいただいたんですよね、メールで。これはまずいなと。結構、カナリアの今までの活動は、自分の、人間性だったり、自分がどういう人物かっていうのは極力、発信することは控えていたんですけど、なんかそこをね、逆手に取ってじゃないですけど、こういう悪質なね、なりすましをされるのであれば、だったらもう自分が表にこうやって出た方がいいんじゃないかっていうのが、一番最初の動機でした。はい。それが、丸一の、なんで初配信をするに至ったかですね。で、次の、このライブ 2D についての話にもつながってくるものにはなるんですけど、じゃあ、例えばカナリアなりすまし対策で、1回だけ配信して、初配信して、じゃあもうこれで一応声も出したし、どんな、人物像なのかっていうのも出したから、じゃあもう今後は配信せずに、普段通りの活動に戻ってくっていうのも考えたんですよ。でも僕は結構活動の考え方として結構いつも極端な考え方をしていて、一度やったことはずっとやりたいし、やり遂げたいんですよ。自分が満足いくまで。
だからなんでしょう。こうやって初配信を一度でもやるんだったら、その配信っていうのもカナリアの活動の一つにちゃんとしたいっていうのがあって、で次、丸2なんですけど、今回この見えてる、すごい素晴らしいクオリティのライブ 2D は、キャラクターのデザインをラム先生に、いつもMV でね、お世話になってるラム先生に書いていただいて、ライブ 2D のモデリングをケッフィー先生に制作いただきました。これ角度すごいっすよね。この可動域というか。これは、このライブ 2D のデザインがですね。で、僕のお気に入りポイントは、このアイラインです。このグラデーションかかってるアイライン。これめっちゃいい。はい、次、丸3。まあ、一応自己紹介。まあ、もう活動4年ぐらい経って、まあ、今更何よっていうところではあるんですけど、本当に簡単な自己紹介を。名前カナリア。まあ、正直これは周知の事実というか。で、生年月日。これ2002年の5月30日。まあ、現在22歳ですね。で、まあ、これ本当にまあ、ど定番ではあるんですけど、一応好きな食べ物を、まあ、少し。で、冷たいコーンスープ。まあ、これは、僕は冷たいコーンスープは夏でも冬でも、いつでも飲むタイプなんで入れました。で、ヤングコーン。ヤングコーンこれ好きなんですけど、そんな食べる機会がないんですよね。で、チョコラビーフハイパー。まあ、これは、なんでしょう。好きな食べ物っていうか、なんか必要な食べ物というか、以上です。自己紹介は。まあ、かなりちょっと簡素なんですけど、ちょっとこれ今日わざと自己紹介を簡素にしてきたんですよ。まあ、なんでかって言いますと、ちょっと僕、配信するにあたって、今までやってみたかったことがあって、皆さんから、コメントをいただいて、コメント返しコーナー的なノリの、あれあるじゃないですか。あれを、やりたいんですよ。質問くださいっていう、これちゃんと作ってきました。こうかな。はい。質問ください。あ、はい。なんか質問いただけると。学生時代はどんな学生でしたか？なんか、そうですね。学生時代は、まあ結構、なんだろうな。教室の隅でひっそりと、あまり目立たないように、存在していた。いや、ごめんなさい。やり直させてください。ちょっとこれちょっと話戻っちゃうんですけど、戻るっていうか変わっちゃうんですけど、はい。っていうのが学生時代。好きなボカロ P さんは誰ですか？マレツさんです。性別ね。男性です。はい。確かに、触れてこなかったなーって、うっすら思ってました、ずっと。なんか別に触れなくてもいいのかなって思ってたんですけど、嫌いな食べ物は何ですか？トマトです。外出はしますか？しない。キノコの山とタケノコの里どっち派ですか？これは一旦ノーコメントで。温かいコーンスープは飲まないんですか？いや別にそんな飲みますよ。そんな尖った人間じゃないんで、その冷たいコーンスープしか許しませんみたいな。あったかかったらこれはコーンスープじゃないみたいな、そんな、あれで生きてないんで、安心してください。虫が怖いですか？怖いです。黒歴史はありますか？ちょっとパッと出てこないっす。あ、いや、嘘、あるわ。小学校の時に友達と一緒に校内を歩いてて、その友達が、なんかポケットの中から何か硬い固形物を取り出すんですよ。でそれを、なんかふざけてるのか急に投げて、窓を割れたんですよ、それで。で、その窓割れたんですけど、それを、なんか全部気づいたら僕のせいになってて、で、一応、先生方には伝えたんですよ。やってないですって。ただ、その投げた子が結構普段からしっかりしてる子で、先生たちから見ても。で、僕は結構影が薄くて、どっちかっていうとなんか先生からしても多分近寄りがたい生徒みたいな感じだったのかもわかんないんですけど、気づいたら全部僕のせいになってて、次の日めちゃくちゃ噂になってたっていう校内で。っていうのがありますね。冤罪っすね。あ、骨折したことありますか？ありますよ。こんな、嬉しそうに言う話じゃないですけど、それこそちょっと前になんかツイートしたんですけど、あれ、左足の
膝を骨折しちゃって、なんでかっていうと、ロフトで寝るんですけど、はしごで登って、で、そのはしごから落ちて、そのはしごとはしごの間に足を挟んで、そのままひねっちゃった感じですね。もう完治しました。完全に。はい。名前のきっかけ、あれかな、名前の由来ですかね。ちょっとまあ、つまんない話にはなっちゃうんですけど、正直、そんななんか、深い理由とかがなくて、結構インスピレーションで決めたっていうところがありますね。名前どうしようかなって思った時になんか、カナリアでいいかっていう、ゲーム配信とかするの、まあ、正直未定なんですけど、てかもうこの先どう生きていくか全て未定なんですけど、まあ、興味はある。やってみたい。なんかまあ、結構、まあ、その都度その都度やりたいことをやって生きてきた人間なので、やりたい。最後の質問。カナリアさんのイラスト描いていいですか？あ、ぜひお願いします。これはてかあれだな。質問っていうかまあ、ちょっと終わっちゃったからもう一個。うーん。音楽の経歴が知りたいです。あんまなんか経歴という経歴がないんですけど、まあ多分ちゃんとそのパソコンとか触って、まあ、DTM っていう、まあ、その楽曲を制作するソフトですね。とかを使ってやりだしたのが、それこその高校1年とかかな。経歴って言っていいのかな、まあなんかいつからやり始めたみたいなので言うと、そこからですね。すいません。じゃあちょっと一旦、はい、質問コーナーありがとうございました。めちゃくちゃ楽しかったです。丸4、まあ今後について。まあこれは、まあちょっと総括なんですけど、まあ要約すると、配信活動も今後、カナリアの一つの活動として、まあ、どんな頻度でやるかとか、何やるかとかは正直何も決まってないんですけど、やっていきたいとは思ってます。はい。で、なんですけど、そう、一個、まあ、お願いというか、その、本当に今後何やろうと思ってるか決まってなくて、厳密にはちょっと決めてるものちょっとだけあるんですけど、ほとんど決まってなくて、なんか良ければX とかで、カナリアさんとかで、もし、なんか、これやってほしいみたいなのがあれば、ツイートしてもらえると、もういいや、ツイートしてもらえると、見させていただきます。以上です。まあ、総括もできましたと。でまあ、ちょっとじゃあ、長々、まあ、だらだら続けちゃってもあれなので、まあ、今後も配信していくし、まあ、そろそろじゃあ終わりたいと思います。ありがとうございました。待って、忘れてた。明日、歌枠、やります。多分、明日19時頃やります。